ちは、もずくです。今回の動画は今回の動画はディンカムです。そしてついに来ましたよ皆さん。先日の忍耐でディンカムスイッチ版が11月6日に発売されるそうです。嬉しいね、めちゃくちゃ。ちなみに体験版だともうすでに遊べるみたいなので、すぐに遊んでいる方もいるかなと思います。私もスイッチ版の方でももう一つ島を作って配信かどこかでお届けしようかなと考えてます。10月には電車や動物の種類が増えるアップデも来るらしいので、どんどん進化するディンカムのこれからが楽しみです。そして今日の動画は室内編です。前半は装飾アイテムの紹介、後半は島に建てた4軒のお家のお部屋作りをしていきます。それでは早速アイテム紹介からどうぞ。改めてディンカムにはどんな装飾アイテムがあるのかご紹介していくんですけど、今回は室内編なので室内に置くことができるアイテムをご紹介していきます。一応全ての装飾アイテムは外に置くことができるんですけど、室内だと置けないアイテムもあったりするので、そこも含めてご紹介していこうかと思います。まず基本の知識として、家具はメルビン、レシピはフランクリンから購入することができます。最初にメルビンの家具屋さんで購入できるシリーズ家具をご紹介していきます。厳密にはシリーズ家具とは記載されてはいないんですけど、同じ名前が入っているものはシリーズ家具と呼ばせてもらいます。ではどんどんご紹介していくので、気になるアイテムがあれば止めて見てみてください。私が確認した感じだと全部で15種類のシリーズ家具がありました。かっこいいものから可愛いものまであって、どのシリーズもシンプルめで使いやすいものばかりです。雰囲気や色などが似ているシリーズを2つ混ぜてみたりするのも可愛くなりそうです。ちなみに私はミニマリストシリーズと高級感のあるシリーズ、ラタンシリーズがお気に入りです。では次はシリーズ家具以外をご紹介します。1つ目はキッチン系。くっついているので分かりづらいかもなんですけど、コンロ、キャビネット、シンク、テーブルと1つずつアイテムになっています。ということは自由な形でキッチンが作れます。今のところカラーバリは4種類なんですけど、他のカラーだったりパーツの追加も期待です。次はバスルーム系です。これもまたオーソドックスでシンプルなデザインなので、どんなテーマにも合わせやすそうです。特に排水口はこの中でも地味ですけど、外でも中でも使える万能アイテムだと思います。次は間仕切りです。今のところこの4つしかないんですけど、この4つの中に和も洋もあって、真ん中2つに関しては和にも洋にも見えるので、レイアウトには困らなさそうです。次は鏡とマルタスツールです。どちらとも島に生えている木の種類に合ったアイテムになっています。次はビーチ系です。このアイテムに関しては家具屋さんに並んでいるところは見たことがないので、おそらく宝箱からしかゲットできないんじゃないかなと思います。ちなみにパラソルもあるんですけど、これは室内には置けませんでした。そして次はテーブルや椅子などをまとめてみました。縦長と横長の本棚や暖炉があったりもします。個人的に革製の椅子たちがすっごい好きなので、色違いとか出てくれると嬉しいなと思ってます。次はおそらく皆さん一番気になっているであろう植物です。今のところ観葉植物というよりかは花の鉢植えが多いです。ちなみに全て島に生えている植物になっています。ではここからはテーブルやタンスの上に置ける小物編です。まずは雑貨です。ご覧の通りいろんなジャンルがあります。この中でも特にピクニック用バスケットと積み重なった皿と積み重なった紙は本当に使いやすかったので、見かけたら購入することをおすすめしたいです。次は野菜や果物です。ここまででもいっぱい可愛い家具がありましたけど、この入れ物に入った野菜とか果物はディンカムの中でも最高に可愛いと思ってます。置くとレイアウトにボリュームが出るところも気に入ってます。ちなみにこのアイテムたちは家具屋さんではなく、タッカーズボックスで売っているフードモデラーに食べ物を入れると家具に変換してくれます。
収穫したものや長期台で作った料理などを試しに入れてみてください。次は飲み物と食べ物です。これも同じくフードモデラーから作れます。個人的にグラスのアイテムとまな板がセットのアイテムがお気に入りです。そして次はお皿に乗った食べ物です。ご覧の通りいっぱいあります。これも同じくフードモデラーから作れます。さっきのグラス付きの飲み物もそうだったんですけど、ナイフとフォークが付いているものもあって、そこがすごく可愛いポイントだなと思います。ちなみにスープに関してはちゃんとスプーンだけなのも細かくて好きです。では家具屋さんで購入できるアイテムはこれで以上です。ここからはクラフトアイテムを紹介していきます。まずはアイテムを収納できるチェストや木箱です。実際にクラフトできるのは色が無塗料の木箱と樽だけなんですけど、色は塗料で変えられます。チェストに関してはクラフトできないので鉱山でゲットするしかなさそうです。次はベンチとテーブルです。クラフトアイテムの中でもなぜか簡素なベンチだけは室内に置けなかったんですけど、もしかしたらアップデで変更されるかもです。次は看板や標識です。今度は左後ろのユーカリの看板だけ室内に置けました。同じ見た目の素材違いの看板は置けなかったので、これもアップデで変更されそうです。あとびっくりしたのはブランコとバス停と坂を作ったりするランプは室内に置けました。次は作業台系です。素材を加工するのに使うアイテムは外を占領しがちなんですけど、室内に置けるものもあったので工夫して中に置いても良さそうです。個人的にチーズメーカーとかはテーブルの上にも配置できたらもっとレイアウトの幅が広がりそうだなと思うので、これからに期待です。はい、これで以上になります。ちなみに確認したところ、柵、花壇、屋台、街灯、パーゴラ、アーチ、橋などは室内には置けませんでした。では最後は室内だけで使える壁紙と床をご紹介します。またどんどん行くので気になるものがあれば止めてみてください。壁紙は35種類。同じデザインで色違いの壁紙もいくつかあって、家具と同じく使いやすいものが多い印象です。今のところ5軒のお家だけ室内をレイアウトすることができるんですけど、35種類あるので組み合わせには駒がなさそうです。ちなみに壁紙も床も一部を除いてメルビンの家具屋さんで購入できます。床は23種類。壁紙より少なめではあるんですけど、私の感覚的に床よりも壁の方が印象に残りやすいイメージがあって、っていうのも床は家具で隠れるけど壁は隠れるところが少ないので、床の方が少なくてもそこまで不便ではないかなと思います。そもそも23種類あるので駒がなさそうではあるんですけど、はい、ということで装飾アイテム紹介はここまでです。全部ご紹介できなかったんですけど、これだけで満足感を感じるぐらい種類が多くて魅力的なアイテムがいっぱいあったかと思います。ぜひ皆さんの気に入ったアイテムなどがあったら教えてください。ちなみに服も飾れるんですけど、数が多いので省きました。外だけに飾れるアイテムは今回ご紹介できなかったので、またどこかでご紹介したいなと思います。それではここからはお部屋作りに移ります。最初は1本目の動画で作ったデミグラスタワーに立つ自宅の内装を作っていきます。お部屋のサイズは 10×10。 テーマは自宅なのでとことん自分好みをテーマに作ります。最初は壁床決め。数ある中でも気に入ったラタンの床とチャコールの壁を使ってかっこよくします。次は間取り決め。なんとリンカムでは2種類の高さの壁とアーチが飾れます。飾ると壁紙と同じ色になって、それぞれのパーツを隣同士に置くとぴったりくっついてくれます。しかもなんとこのアイテム外にも飾れます。
左後ろにアーチを2つ並べて、ここはキッチンルームにすることにしました。キッチンは床と天板の色を合わせてユーカゲの木のキッチンを使います。料理は私は全くしないんですけど、現実で住むなら海外みたいに大きなキッチンに憧れがあるので大きめにしました。角に冷蔵庫も置いて収納もバッチリです。手前から見るとこんな感じ。アーチの高さがちょうどよくてバランスよくキッチンが覗いてくれます。次は横にもアーチをつけて隣にバスルームを作ります。バスタブだけだと物足りなくなりそうだなと思ったので、壁沿いにキッチンキャビネットを L 字に仕込ませて、洗面台としてシンクも使います。ちょうど角のところにバスタブを配置して、隣にはトイレを置いてユニットバスタイプに。現実だと使いづらいんですけど、見た目的にユニットバスは好きです。バスタブの手前には山小屋のスツール。バスルームだけ床を変えるなんてことはできないので、万能アイテム排水口を置いて床の違和感をなくします。そしてバスルームも壁とアーチで囲ってお部屋を分けます。手前から見るとこんな感じ。次はキッチン前にリビングスペースを作ります。まだまだスペースはあるので、ユーカリの木のオープンキッチンで大きなテーブルを作って、テーブルの周りに椅子を置いていきます。壁床に合わせた色の椅子をチョイスしました。大きなテーブルにお気に入りの椅子たちを並べる。これも現実でやりたいことです。明かりも欲しいので、角に暖かな北欧風ランプを置きます。ティンカムの丸い明かりの広がり方が可愛くて好きです。リビングの壁沿いには高さの違う本棚を並べて、寝室も作る予定なので、今度はハーフウォールも使ってお部屋を分けます。リビングにもアーチをつけると圧迫感を感じそうだったので、手前は開けておきました。残ったスペースは本棚の間に置いたスタイリッシュシリーズと揃えた家具を置いてバランスを取ります。次は寝室を作ります。ベッドはお気に入りの高級感のあるシリーズを使って、左右には鏡とキャビネット、さらに一人用の椅子も飾っておきます。いつか現実でもお部屋の角に一人用のソファーを置きたいなと思っているので置いてみました。残りの余ったところはチェストを置いて収納を確保。さらにベンチも置いておきました。ということで次は小物です。キッチンに箱入り玉ねぎ、パン用の板、冷蔵庫の上にコーヒー袋を置き、リビングにランプをいっぱい置くのも夢なので2つランプを追加して、鉢やバスケット、紙の雑貨で飾り付けていきます。テーブルにも紙を置いて、さらにお皿とティーポット、コーヒーカップセットを置いておきます。これで理想のリビングができました。寝室には色合わせのためのブッシュデビルのぬいぐるみ、そしてアラーム時計。バスルームにはまたまたランプとバスケット、バスソルトっぽく米袋を飾っておきます。ちなみにですが、バスタブはベッドと同じ扱いなので、寝ると次の日にすることができます。ということで1軒目のお部屋は完成。理想のお部屋ができました。それでは完成映像をご覧ください。ここからはゲストハウスのお部屋作りをしていきます。ちなみにゲストハウスは貸し出しができて、毎週家賃収入をゲットすることができます。
お家によって誰が住むかは決まっているんですけど、今ちょうどドアの前に立っている人物がこのお家に住んでいる人です。なぜかいつもここから動かないです。ではお部屋作りをしていきます。ゲストハウスは自宅と違ってお部屋のサイズが 8×8 です。ちなみにトロフィーなどレアな家具を置くと家賃が高くなったりもします。だけど私は見た目重視なのでそこは無視して、このお部屋は食材や道具も変えて飲み物もテイクアウトできるお店をテーマに作っていきます。まずは壁床決め。外観を緑色にしたので合わせて床も簡素な緑の床。壁は初期のままにしておきます。次は間取り決め。売り場と厨房で分けたいので行き来できる通り道を作ります。厨房から作っていくので壁沿いに高度な調理台を2つ並べます。調理器具がセットになっているところとシルバーと木の組み合わせがお気に入りです。隣には冷蔵庫。手前は売り場に直接行けないようにするためにキャビネットやシンクを通り道まで並べます。そして一目でお店と分かるようにレジを置いて一旦厨房は完成。次は売り場作り。商品を並べるためのテーブルやキャビネットを動線を確保しながら置いていきます。そして壁沿いに道具ラックも追加。厨房側にもキャビネットを追加します。緑色シリーズも全体のバランスを見て三角形になるように配置。これで小物を並べるところがたくさん作れました。ではここからは小物を置いていくんですけど、商品だけではなくお店の世界観を作る家具も飾りたいので、まずはラタンのランプを2つ、そして全体に観葉植物をたくさん飾ってわさわさにしました。商品は箱入り野菜を中心に並べていき、空間にボリュームを出していきます。全体のバランスを見てもう少し家具を増やしたいので、ストレージバゲルと樽、山小屋のスツールを飾ります。あとは空いたところにバスケット、鉢、キノコが入ったバスケット、米袋、積み重なった紙、厨房側にパン用の板、コーヒー豆、皿を配置してお店を賑やかにしました。そして最後は道具ラックの中にツリーピンチャーとスコップ、ジョウロを入れたら、これで2軒目のお部屋は完成です。ライトブラウンと緑色で柔らかい可愛いお店が作れました。それでは完成映像をご覧ください。3軒目はデミグラスタウンの外れに立つゲストハウスです。このお部屋は使いたい壁紙に合わせて自宅を作ります。床は黒い木製の床、壁は使ってみたかったレトロな花柄の壁、間取りは寝室とバスルームが後ろに来るようにしてみました。家具は壁の色を取り入れたものを組み合わせようと思うので、寝室には北欧風ベッドとラタンのサイドテーブル、ラタンのランプ、北欧風キャビネットで飾ります。手前から見るとこんな感じです。ベッドが大きいのでアーチからすごく映えます。次はキッチンを作ります。壁沿いに冷蔵庫、続いてコンロ、ヤシの木のキャビネット、シンクを寝室と同じ幅で配置します。手前はダイニングにしようと思うので、キッチンにつなげてテーブルを作って、
椅子は似ている見た目の北欧風シリーズと木製シリーズを混ぜて使います。ちなみにシンプルレイアウトの満足感を上げるにはこういうのが効いてきます。そして後ろにはラタンのキャビネットと北欧風のランプを配置。可愛い空間になりました。次はバスルームを作ります。キャビネットを置いてその上に小さな鉢を飾り、横のスペースにバスタブを配置します。さらにその手前にトイレを置き、ハーフウォールで囲って壁沿いに洗面器を配置。奥と手前で高さを変えられるってハーフウォールめちゃくちゃ優秀です。次は余った手前のスペースはリビングを作ります。ダイニングテーブルよりも低いテーブル、ソファー、サイドテーブルの上にランプ、そしてコーヒーテーブルを置いて空間を埋めます。小物は早くも定番家具になっているバスケットと積み重なった紙、グラスがついてて可愛いミルクセットで飾り付け。最後にキッチン&ダイニングルームに皿、コーヒーカップ、ジャムセット、キノコのバスケット、紙ともはやおしゃれなインテリア雑貨として見ている米袋を飾って、これで3軒目のお部屋は完成です。使いたかったレトロな花柄の壁に合ったレイアウトになったかなと思います。それでは完成映像をご覧ください。最後の4軒目は前回の動画で作ったことをフライドエッグ島に立つお家の内装を作っていきます。ここも自宅にしようと思うんですけど、赤色をメインに作った島なので内装も揃えます。赤は家具で取り入れるので、床は黒いタイル、壁は簡素な白い壁を使います。間取りはバスルームの空間を横長に作り、中に洗面器とサイドテーブル、そしてトイレ、間仕切りを置いて、スペースがないので間仕切りの後ろにシャワーがある体にしておきます。手前から見るとこんな感じ。ハーフウォールから間仕切りが覗いているのが可愛いかなと思います。次はキッチンを作ります。キッチンは L 字に作って、後ろにも調理台を置きます。ちなみに調理台と違ってキッチンカゴは実際に調理することはできないです。キッチンの横にはダイニングスペースを作ります。暗い木製シリーズは赤色が入っていくので、このシリーズをメインに使っていきます。空間を埋めたいのでキッチンとダイニングで大きくスペースを取りました。もう少しだけ空間を分けたいので手前の左右に壁を追加し、手前、真ん中、奥で大きく3つに分けます。お部屋の角は寝室にしようかと思うのでシングルベッドを置いて、その横にはサイドテーブル、そして手前の空間にラタンのキャビネットとビーチチェアを配置します。これで3分の2の空間を埋め終わりました。右手前は物置っぽくしようかと思うので、キャビネットにスツール、段ボールを重ねて配置。さらに左手前はテーブルと椅子、ハンモックを置いてちょっとした作業場所、休憩場所を作りました。では次は小物です。物置スペースにランプとバスケット、キッチンにもバスケットとおそらくトースターな古いギズモを置いて、さらに箱入りのじゃがいも、パン用の板を置きます。これでキッチンは完成。古いギズモがいい仕事をしてくれてます。手前のテーブルにも箱入りの玉ねぎを置き、ダイニングテーブルは皿とキノコリゾット、ボトルティーを置いて食卓を作ります。物量多めで可愛くなってきました。
あとはキャビネットの上にコーヒー豆とティーポットで飾り付けて、ベッド横に積み重なった紙、洗面器横にアラーム時計、玄関にはディゴのぬいぐるみでペットも飼っちゃいました。これで4軒目のお部屋は完成です。外観の屋根の黒に外壁の赤の組み合わせを室内に落とし込めたかなと思います。それでは最後の完成映像をご覧ください。いかがでしたでしょうか。今回はアイテム紹介とお部屋作りをしてみました。外だけじゃなく室内も可愛く飾り付けできるので、ぜひ参考にしてみてください。まだまだ島の土地は余っているのと使えていない施設もあるので、これからもティンカム動画を作っていこうかと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。